会社員を続けることが実は一番のリスクだった。不確実な時代に最も安全なキャリアの選択肢とはっていう話です。僕は基本的に会社や組織のことを信用していません。で、これまで30人規模のベンチャー企業から1000人規模の上場企業までを経験してきました。で、それには外資系企業も含まれていて、で、雇用形態も正社員、契約社員、そしてアルバイト、全部を経験しています。で、役職もですね、基本的にはクリエイティブ職を中心に、フォトグラファーですね。フォトグラファー、マネージャー、ディレクター、そして役職なしの平社員っていうね、そういう感じで、経験していて、で、部下を抱えての、いわゆるマネージメント業務ですね。そういう業務も行っていました。で、こんなに多くの状況を経験している人間って多分少数派なんじゃないかなっていう自覚があります。で、それは僕自身が多分能力がなかったからだと思っていて、で、そのような状況を多分務め上げる能力がなかったからということも多分できる、言えると思うんですけど、でもそれと同時にそのような非雇用者側ですね、つまりその雇われるっていうゲームから降りたこともこれは意味します。で、これまで勤めていた会社が急に業績が悪くなって、で、予定していた賞与とか年俸をもらえなかったこともありますし、在籍中にですね、自分の会社が上場廃止となって、で、いわゆる分社みたいな形になって、働く環境が大きく変わったこともありました。で、特に小さくてワンマン経営の会社ほど、社長のさじ加減で全てが決められてしまいます。で、これ似たような経験されている方多いんじゃないかなと思います。社長のね、気分とは言わないけども、いわゆるさじ加減で全ていろんなことがコロコロと変わるっていう経験されてませんか？で、僕は結構そういう状況に陥りがちでしたね。面白かったこともあるんですけど、外国人のね、海外の社長だった時なんかは結構ね、突発的なアイデアとか変更が降ってきて面白かった時もあるんですけど、で、しかも私はその会社にかなりお世話になってきた部分もあって、で、それによって生かされたことがあるので、生かされてきたっていう現実があるので、簡単にはそういうこと言えないんですけど、ここでね、つまり僕が言いたいことは、勤めた会社が全てがそういうふうな信用してないっていうわけではなくて、一般的な会社という意味において、つまり会社というのは法人格ということで、個人格とは区別されるので、人間ではないという意味で信用をしていないという意味です。で、今、日本ではかなり中小企業の経営者の高齢化が進んでいます。で、2025年度版の中小企業白書においては、中小企業の経営者は60歳以上が過半数を占めるとされている。で、個人企業では、その中の約4割がですね、自分の代で廃業を迎えています。廃業を迎えているか考えている。つまり半分以上の会社がもう自分の代で自分の事業、会社を畳むっていうふうな状況になっているということですね。で、さらに国が運営する公的な事業継承引き継ぎ支援センターのデータでは、第三者継承ですね。つまりM&A の制約件数が2024年度に過去最高を記録しています。だから自分の会社をもう売却する、売るっていうね、フェーズに入っている年齢の経営者が今日本ではかなり増えているということです。で、これは、つまりこれからの日本では、会社が静かに消えていく一方で、引き継がれていく仕事、顧客、そして技術、で、地域の需要がですね、大量に残るということ。だからこれは同時に、悲観的な材料でもありながら、次の世代、今の20代とか30代とかの世代にとっては、新たなね、突破口というか、入り口になる可能性も秘めています。で、信じて、本当に自分がこれからずっと続けていくだろうなと思って信じて入社した会社も、10年後にはそのような波に飲み込まれているかもしれません。だとすれば、僕のように会社を信用しないっていうことは、それは少しはエクストリームであるにしても、会社に守られているっていう発想そのものを、今すぐね、疑ってもいい時期なんじゃないかなと思うんですよね。
で、この会社の問題とは別に、自分のその職業レベルでもまた問題があって、で、僕はこれまで東京に出てきてから15年くらいですね、広告業界でフォトグラファーとして活動してきました。で、媒体は EC だったり、雑誌だったり、ウェブだったり、もうあらゆる媒体でですね、企業の製品、プロダクトのために、あらゆる写真を撮ってきた中で、この10年間のその職業的な変化というものがあまりにも大きすぎます。大きすぎるなと思ってます。で、ちょうど僕がそのフォトグラファーとしてのキャリアを始めた頃にですね、制作環境がフィルムからデジタルに移行しました。で、これによって納品フローの変更だったり、報酬に大きな変化がありました。で、このフェーズで結構個人で働いていたトップの写真家なんかも自分の事務所を畳むみたいなこともそのデジタルの移行期に一回起きています。で、その後に、デジタルの領域が形質と撮影の両面ですね、つまりお客様と、自分の両方の面で拡大しながら撮影単価はどんどん下がり続けていると。で、仕事の大小があるので、一概には言えないんですけど、ここ10年でですね、僕の仕事で平均的に1本40万円ぐらいだった撮影の仕事がだいたいもう20万円ぐらいになっている感覚ですね。だからこれはここ10年でだから半分ぐらい、半額くらいに単価が下がっているという状況です。で、それに加えてインフレが拡大しているので、物の価値、物価は上がりながら自分の給料とかギャラが減ってるので、もう生活は苦しくなる一方なんですよね。で、特に最近はもう皆さんご存知のように AI の台頭によってクリエイティブ業界の構造そのものが今別の形態に置き換わろうとしています。で、かなりね、パラダイムがチェンジする。で、フォトグラファーはこれまでもカメラオペレーターというね、ただカメラを操作する人みたいな感じになり下がってきていますけど、で、今回はそれどころではなくて、フォトグラファーという職業そのものがもう成り立たなくなるようなパラダイムに突入していると僕は見ています。で、このような日本の社会状況、AI 時代、そしてポストワークというね、呼ばれるような時代に最も安全なキャリアの選択は僕はパーソナルブランドの構築だと考えています。で、これはパーソナルブランド、自分でブランドを作るっていうと、その自分の欲とかインフルエンサーとかいう話になりますけど、自己顕示欲の話でもなくて、で、インフルエンサーにみんながなれっていう、そういう話でもありません。で、もっと現実的で、もっと地味で小さな話で、これは。で、具体的には2000人から2万人に対して、自分の活動や経験とか思考が知られている状態を作ること。プロモーション能力と言ってもいいかもしれないんですけど、もう本当にそれくらいなんですよね、やることは。で、その認知、誰かに自分の活動が知られている。で、その人数が500人、2000人、2万人っていう規模になれば、あらゆる局面でそれが資産になるんですよ。で、その局面というのは、次に作り出す自分の仕事かもしれないし、転職、次の新しい会社のためのパスポートかもしれないし、あるいは独立ですね。そして事業継承とか、さっき言ったような M&A の可能性、そういうところにつながってくるということです。で、ここで基本的には多くの人たちが多分一回立ち止まるんですよ。私にはブランドがないと。私にはブランドを作れるような特別なスキルがないって。で、ここで考えることは、僕はジル・サンダーのことを考えました。ジル・サンダーというブランドがあるんですけど、これ知ってる方も多いと思います。で、僕は結構昔から好きなブランドで、思想的にもデザイン的にも好きなブランド、かなりミニマリズムに近いところがあります。で、このジル・サンダーっていうのは、人なんですね。で、今では本当にもうトップメゾンとして世界企業になっていて、全世界で高品質なワードローブを提供してますけど、ココ・シャネルと同様に、ジル・サンダーというのも一人の人間です。で、ジルはですね、もともとハンブルグ、ドイツのハンブルグのテキスタイルの専門学校を卒業して、そこから渡米してカリフォルニア大学に留学しています。で、留学中にニューヨークの出版社に就職して、で、女性誌のファッションジャーナリストとしてしばらく活動しています。で、その後ニューヨークからまた地元のハンブルクに戻り、自分の店を出すっていうね。そういう
一見華々しくもありながら遠回りに見えるようなちょっと不思議なキャリアを歩んでいる女性なんですけど、でそれは多分ね、僕の想像で言えば多分彼女は自分自身の美学とか欲求に本当に忠実であったんじゃないかなと思います。でだから彼女は最初からファッションデザイナーだったわけではなくて、ブティックですね、つまりセレクトショップのような個人的な服屋を営んでいたんですよ。そのいろんなそのジャーナリストとかね、モデルとかで活動しながら結局セレクトショップを営むことになったと。でそれがジル・サンダーの始まりで、そこではその今世間ですでに売られている洋服を、自分のねお気に入りの洋服をね多くの人に広めたいと、そういう感じで洋服を集めて売っていたと。だから彼女はその洋服のキュレーターだったと言えます。いろんなもうすでにあるものを集めて自分の感性をもとにそれを世に広めていくっていう、本当にそういう小さなお店だったんですよね。でつまりこの今でもキュレーション的な行為っていうのは、ブランド構築の基礎になると考えていて、つまりそのスキルが何もなくても自分の感性を軸に何かを集めて、で誰かのためになる価値提供ができれば、それが自分のブランドになりうるんですよね。でこれ具体的に言えば、例えば自分が住んでる町の地域のですね商店を紹介するようなインスタグラムのアカウントを作ったり、ウェブサイトを作ってみるだったりとかね、これも一つのキュレーション的な活動になります。でさっき話したように今事業者が結構高齢化になってますので、みんなそのデジタルに弱かったりします。でデジタルに弱いけれど、だからインスタグラムの仕方が分かんないとかウェブサイトの作り方が分かんないみたいな事業者ってたくさんいます。でそういう方々に反則を手伝ってほしいというね要望があれば、それがね一つの価値提供になります。でそれにね、属する仕事としては、そのようなお店のアカウントの運用を代行することとかね、これも今かなり多くの方が行われていますよね。多くの方が行っています。いろんなやっぱアカウントの運用って結構面倒なので、自分のやっぱり経営者はね自分の事業に集中したいんですよね。でそういう時にアカウントの運用とかウェブサイトの運用を他の人に、スペシャリストに任せるっていう、それも一つの仕事になります。で他には例えば道端に汚れた車があった時に、それを数百円で洗車するサービスとかね、そういうこともアイデア次第では始められると。でこれはかなり、ウォーレン・バフェットがやっていたような、アメリカ的な仕事かもしれません。アメリカ社会の。でも逆にその日本で行われていないということは、ブルーオーシャンの可能性もあると。もちろんその法的にクリアする問題とかたくさんあると思いますけど、その海外で行われていて日本で行われていない仕事って結構あると思うんですよ。でそういうやっぱり自分で自動車を洗車するっていうことは、結構自動洗車機であってもその洗車自体が面倒だと思ってる人多いじゃないですか、ドライバーはね。だからそういうことを代行してやってあげるとか、いろんなビジネスチャンスが眠っていると。でもだから無限にそういうことが出てくるんですけど、いろいろ考えたとしても実際にそれを実行できるかどうかっていうことで、この一点にやっぱりその起業家的な思想と従業員的な思考の本質的な差があると思うんですね。でやっぱり従業員というのはどうしてもその雇用される側というのは何か問題に当たった時に必ずそのやり方を教えてほしいっていうか、あるいはその問題は自分にとって関係ないっていう、関係ないから無視するっていうふうに考えます。でも起業家的なマインドの人はその問題を見た時にそれはチャンスだと捉えます。でそして行動するんですよね。でやっぱり問題っていうものは厄介なことに思えて、実は素晴らしいものなんだと。で問題があるところに必ず解決への需要があって、で需要のあるところにビジネスは生まれます。だからやっぱり高齢の経営者が抱えるような後継問題もまさにそうで、だから若い世代にとってはこれはその問題というのは、後継者がいないっていう問題はやっぱり絶好の機会になるということですね。じゃあその自分のパーソナルブランドを作るために何から取り掛かるかっていうことなんですけど、これもいつも僕が話しているようなことで、過去にもね同じような話してるんですけど、シンプルで答えは書くことです。はい、書くこと。でこの AI が全盛の時代に
あえて自分で書く必要があるのかってみんな多分思うんですよね。で、だからまあかなり時代錯誤的に聞こえるかもしれないんですけど、実は逆で、その AI が台頭すればするほどに書くことの価値というものが今かつてないほど高まっていると思っています。で、なぜなら書くことによってその人は表現しているのではなくて理解してるんですよね。考えてるんですよ、書くことによって。で、人はその書かなければ何でもその考えたつもりになってしまうじゃないですか。で、書くことで初めて自分の中の頭の中のモヤモヤが晴れていくと。自分は何を知っていて、そして何を知らないか、そういうものが明確になってきます。で、そのような各過程で生まれた洞察みたいなもの、自分の頭で本当に考えた洞察みたいなものを人と共有すること、誰かと共有することが、パーソナルブランドを構築するための核になります。でもその書くことには条件があって、正しく書くためにはやっぱりそのスマートフォンを置いて自然の中に出ていくことだったり、旅をすることが必要だなと僕は思っています。で、つまりノイズとかそのテクノロジーから一旦離れて、でペンと紙を持って、ペンじゃなくてもいいですけどね、スマホ、その時はスマホになるのかもしれないですけど、何か書くものを持つ、あるいは何も持たずに頭の中で考える。でその中で退屈を感じるっていうこと。で、時間を作るっていうこと。みんなそのやっぱり退屈を恐れてると思うんですよ。で、その退屈から逃れるために、誰か人と会ったり遊んだり、SNS を触ったり、このように YouTube を見たりすると。でも、その退屈を感じることこそが大事なんですよね。だから現代人が今できていないことの一つが、やっぱり立ち止まるっていうことで、みんなその前に前にっていう、もう本当に猛烈なスピードで世界が今動いています。だから一旦そこで立ち止まって、で、振り返ってみて、で、それを記録していく。考えて記録していくっていうプロセスが大事で、で、それがなければ、人間は自分の奇跡とか自分がこれまで辿ってきた活動を見失うと思うんですよ。だから僕がニュースレターで毎週書いてるのも、自分のコアのメンバーシップで毎週書いているのも、結局それが書くことの意味というのはそのような裏の根底があります。で、書くときに、取っかかりとしてはまず過去の5年間を振り返ってみてほしいんですよね。で、あなたが受けた大きな影響とか直面した課題、問題、そしてその先に見えた可能性ですね。そういうものを日記とかノートとかもう何でもいいんですけど、そういうものに書き出すことによって、点と点がつながり始めます。自分はこの5年間で何をやってきたのか。何がこの5年間で変わって、そして何が進化して、あるいは何が進化していないのか。何を愚直に続けてきて、何を好きなままでいるのか。あるいは何をそこまでやらなくなって、何が嫌いになったのか。そういうことを冷静にね、この5年間、3年間っていうスパンも僕はよく使うんですけど、でも5年っていうのは結構ね、いい区切りで、いわゆる大学教育とか、学校教育が3年とか4年とかで構成されているところも関係しているとは思うんですけど、その中でそういうことを考えてみると。で、そうすると、スティーブ・ジョブズが言ったように、点と点がつながってきます。で、点と点はもう後からしかつながりません。もう過去を振り返った時にしか、その点と点がつながることはわからないんですよ。もう本当にジョブズが言ってるようにね。で、そのやっぱりつなぎ直しの作業というか、そういうものが未来の不確実性に立ち向かう最強の武器になると思っています。学校教育というのは本当に長い間、僕たちを標準化された従業員とか労働者に育てることを目的としてきました。学校教育がその社会とか会社に順応するための基礎みたいなものになっていると。組織に適応して、そして指示を待って、で、与えられた役割を全うするっていうね。それがなんか正解みたいなものとして教え込まれてきました。でも、今その標準化の本当外側、そのような学校で習うような標準化の外側に、今全く別の価値創造みたいなものが広がっていると思います。
だから本当に副業でも何でもよくて、で、小さなビジネスでもよくて、まずはその自分の10人のクライアントに自分の本当の価値を届けること。で、その10人が100人、そして500人になれば、その波紋は必ず広がっていきますよね。で、だから本当にこう世界を良くしたいと思うんだったら、まずは自分の半径5メートル以内を良くすること。これだと思っていて、最初から大きく世界を変えようと思うんだったら、思う人はもう政治家になるしかありません。多分社会を変えるには。でも政治家にならなくても、本当に自分自身のまず状態を良くして自分のビジネスを良くしていく。で、そのビジネスっていうことが社会への価値貢献とか誰かに対する価値提供であれば、必ずそのいい影響というのは周りに広まっていくと思います。で、ソロプレーナーの授業で僕がやりたいことはまさにそういうところで、だから本当に自分の小さなコミュニティというか、自分の本当に小さな周りの人たち100人、500人を幸せにまずしていいくと。そうすることによってそれが広がっていくと。で、本当にこう知識を学ぶ手段というのは幸いにね、今何でもいくらでもありますよね。むしろそれが多すぎて情報を多く取りすぎることの方が今問題になっています。だから本当に学ぶことはもうメルマガでも本でも動画でも YouTube でもよくて、結構乏しいっていうかね、その発展が乏しい国なんかは本当に今 YouTube がものすごくその言語とか情報とか学ぶ一つのツールになってるんですよね。うん、英語をだから YouTube で学んでいるっていう国は本当に大きいです。それはもうその社会のインフラが確立されていないとか、教育が行き届いていない国ほど、今そういうふうなグローバルインフラ、YouTube みたいなものが教育の一つの鍵になっていますよね。で、同時にその小さくてよくて、で、本当にこう信頼できる個人からの情報の方が本当はいいです。で、僕自身がいつも心がけているのは自分のそのメンターとなりうるような人を、まあ、5人ぐらい探して、で、その5人ぐらいからもうその情報をね、得ていくと。そんな感じの方が、間違った方向に行かない。なんかこう、マス向けのね、誰が言ってるような、誰かが言ってるような分かんない情報っていうのは今 AI でいくらでも作られるので、フェイクニュースとかが多くなってるので危険な部分もあります。だから本当に顔が見えてる、信用できる個人からの情報を集めるっていうことを僕は心がけています。で、重要なのは、そのようにして学んだことを実際に自分で書いて、そして共有して、で、同時に自分の言葉で語れるようになることだと思います。で、AI はね、その書くために AI を使うっていうことももちろんいいんですけど、それよりももっと複雑な問題を解決するものにするために使えばいいと思うんですよね。つまり壁打ち相手として考えると。で、あくまでも思考の根幹とか根源は自分の中に持っておくと。だからつまり AI は、あなたの経験だったりとか言葉とかそういうものはどんな AI にも代替できません。僕が今日朝起きてヨガやって、どういうものを食べてランニングをしてみたいなことはAI にはできないと。自分にしかできないことなので自分にしか書き得ないと。だからそういうところを深く考えていく。不確実な本当にこう不安定な時代に最も安全な場所はだから組織の中ではなくてやっぱりこの人に頼みたいと思われる存在になることの中にあるんじゃないかなと考えています。でそれがパーソナルブランドというね、逆説的な、安全地帯の正体になるのではないかなという、今日はそういう話です。で、今回のこの内容は自分が書いているコアのメンバーシップの内容からかいつまんでお送りしました。ソロプレーナーだったりとか自分で自立した生活を送りたいっていう方に向けて僕はそのような文章とかアイデアを毎週共有しています。まずは無料のニュースレターを購読していただいて、もし気に入ったらコアのメンバーシップにも入ってみてください。で、今年はね、ちょっとリアルっぽいイベントも考えてますので、そのような自分の実験とか先行的なアイデアとか考えもそちらで共有していますので、ぜひよろしくお願いします。購読していただいている皆様はいつも本当にありがとうございます。皆様の意見とかアイデアが僕の方に回ってきて、それをまたフィードバックするみたいな結構いい循環がもう1年経ってね、生まれてきているなと感じます。で、大体500人ぐらいを定員にしていて、今200人近いメンバーがいるので、残り300人ぐらいですね。コアのメンバーをちょっと集めて、同じようなソロプレーナー事業とか、個人で仕事をしたいっていうね、方に向けてね、みんなで何かやっていければ面白いなと思っています。
今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チェオチェオ。